はい、皆さんどうもこんにちは、こんぶです。前回に引き続き第2回目をやっていきたいと思います。フラットの教科書を用いてフラッターのアプリ開発について解説していきたいと思います。それではですね、VS コードをダウンロードしていきます。VS コードをダウンロードするには、まずこのリンクを踏んであげます。で、そうするといろんな OS に合わせたダウンロード先が表示されますので、今回は M1 チップ使っているので Apple Silicon を選んでください。そうするとダウンロードできました。で、これは Finder の中のダウンロードフォルダに入っていると思うので、ここからアプリケーションのフォルダの方に移しといてあげましょう。選択して、こうですね。また出てきたけど、これは皆さん出ないと思います。そしたらアプリケーションのフォルダから VS コードを開きましょう。するとですね、このような画面になると思います。で、ここからですね、以前作ったサンプルのプロジェクトを開きたいので、サンプル、ここから開いてもいいですし、このオープンのところから、このように、昆布、これは皆さん自分でユーザーネームだと思いますけど、ここから選んで、サンプルを選んで、ここで開くを押すと、プロジェクトが開くことができます。でですね、拡張だけ入れておきましょう。このフラッターというのは皆さん最初入っていないと思うんですけど、この上から1、2、3、4、5個目のこのエクステンションズっていうところを選択して、ここでフラッターと打ち込むと、このようにフラッターが出てきますので、これを選択して、インストールっていうところがありますので、それをインストールしてみてください。で、これだけで VS コードでフラッターを開発していくっていうことが可能になります。で、合わせてですね、ちょっと、フォルダーとか、こういうアイコンのところが寂しいので、ここにアイコンをつけるように拡張を入れたいと思います。で、それは VS コードのアイコンズっていうもので、VS コードアイコンズと打つと、このような感じで出てきます。これをインストールしてあげてください。そうするとですね、このような感じで見やすい感じにアイコンがつくので便利です。これをちょっと編集していきましょう。で、実際にコードを書いていくのはこの lib、ライブラリの略だと思うんですけど、lib フォルダの中の main.dart を編集していくことになります。で、ここには最初のカウンターアプリのためのコードが入っているんですけども、これ全部最初から理解しようとすると大変なので、まずは Hello World というのを画面に表示するっていうだけのコードを実行してみたいと思います。で、これはですね、公式の方にサンプルが上がっていますが、フラットの教科書の方でも同様のコードがありますので、それをコピーしていきましょう。どこだ？これですね。これをコピーしてあげてください。コピーはコマンド C でコピーできます。そしたら、この main.dart コマンド A で全選択して削除した上で、コマンド V でペーストして付けてあげてください。この状態でですね、Android エミュレーターを立ち上げて、これを起動して Hello World というのが表示されるのかっていうのをまずやってみたいと思います。VS コードから Android エミュレーターを起動するには、いくつか方法があるんですが、画面上で操作したい場合は、これ右下に MacOS っていうのが出てますけど、これを選択すると、このような感じでね、いろいろ候補が出てきます。で、この中に Start Pixel 3 API32、これは自分で付けた名前だと思うんですけども、このような形で Android エミュレーターの候補が出てきますので、これを選択してあげてください。するとですね、こういう風な感じで Android エミュレーターが立ち上がります。で、前回はターミナルで Flutter Run という形で実行したと思うんですけども、VS コードから、このコードを実行したい場合っていう方法を説明したいと思います。それはですね、この右上のこのマークから行うか、この左側のこの Run and Debug というところから行うかのどちらかです。それか、F5 ボタンを押しても
実行できますので、今回 F5 ボタンから実行してみましょうか。F5 を押すと、ここがオレンジ色のバーにあって、このような形でアプリが実行されていることがわかりますと。で、待っていると、ここに Hello World が表示されるはずです。はい。ちょっとちっちゃいですが、Hello World というのが表示されました。こういう感じでですね、コードがこのまま画面に反映されるという感覚を、掴んでいただければいいかなと思います。で、これでチャプター4自体は終了なんですけども、これでは寂しいので、一気にチャプター5の説明も入ってきたらいいかなと思います。はい、じゃあね、チャプター5の方にも入っていきたいと思います。チャプター5はですね、この Twitter の UI っていうのを作っていきたいと思ってます。で、Twitter の UI なんですけど、これ全部完全にコピーしようとするとめちゃめちゃ大変なので、要所要所見た目がそれっぽくなるように作っていくっていうところだけ、やっていこうかなというふうに思います。で、実装までの手順、バーっと書いてあります。教科書で進めている人は、これ読みながらね、全体像を把握してから進めてください。動画ではね、あんま全体像を把握しなくても、そのまま自分がやってるのを真似しながらね、一緒に進めていけたらいいかなと思います。説明はその都度入れていきますんでね。よろしくお願いします。で、前回のサンプルプロジェクトをまず開いてくださいということで、サンプルプロジェクトを開きましょう。で、多分もうこれはね、続けてやってるんで、もう皆さん開かれていると思います。で、まず、Hello World の解説ですね。前回やったやつの解説。で、コメントたくさん書いてあるので、それも読んでほしいんですけども、重要なところだけ、解説していくと、プログラムっていうのがまずどこが実行されるかっていう話ですね、まず。で、実行されるのは、この lib っていうフォルダの main.dart の中に書かれている、この void main っていうのが、まず実行されます。void main っていうのがまず実行されるんですけども、今その中に runup っていう特殊なやつが入っています。で、フラッターではこの runup っていうのが呼ばれて、で、runup が実行されると、その中に書かれた、これですね。ここではセンター、チャイルド、テキストってなってますけど、これが実行されますと。で、これが何かっていうと、ウィジェットっていう風に呼ばれているもので、で、フラッターの UI っていうのは、このウィジェットっていうのを組み合わせて作っていくことになります。ランアップが呼ばれて、その最初のウィジェットが画面に表示されるようになっているっていうことですね。で、Hello World のところではざっくりそれぐらいのことを覚えていただければ OK です。これ繰り返しやっていくのでね、別に今全部覚えなくてもいいので、メインが実行されて、ランアップが実行されて、その中にあるウィジェットが表示されてるんだよっていうことを頭に入れてくれればいいかなと思います。そしたらね、自分たちで UI を作っていくんですけども、自分たちで UI を作っていくっていうことは、ウィジェットも自分たちで作っていくっていうことなので、ウィジェットの作り方っていうのをまず学びましょう。で、ウィジェットはステートレスウィジェットとステートフルウィジェットっていうのがあるんですけども、主に使っていくのはステートレスウィジェットなので、そっちをまず作ってみるっていうのをやってみたいと思います。じゃあ早速 VS コードに戻りましょうか。VS コードに戻ってもらって、この中括弧の閉じ括弧の外側でですね、STL っていう風に打ってみてください。するとこういう風に候補がたくさん出てきます。で、この候補をスニペットって言うんですけども、これで簡単にウィジェットっていうのを作っていけるようになるので、これ STL っていうのだけ覚えて、この候補が出てくるっていうところをまず押さえてください。で、その中のステートレスウィジェットっていう風な出てきますので、これを選択します。エンターですね。それとこういう風に My Widget っていうのが選択された状態で止まります。で、これは名前を自由に変えれますよっていうことなんで、名前を今回 MyApp にします。はい。これでウィジェットを自分で作るっていうところが終了です。で、さっきも言ったように runup の中に書かれたウィジェットが最初に呼ばれるんで、今回このセンターもう不要なので消していただいて、ここに MyApp を追加しましょう。これで OK です。そしたらね、次はこの MyApp っていうのの、中身を作っていくんですけども、一番最初はですね、マテリアルアップっていうのとスキャホールドっていうのが必要です。で、これ、
中身が何なのかっていう説明は、意外と難しいんですけど、感覚としてはですね、このマテリアルアップっていうのに、いろんな部品の基礎的な設定データみたいなものが入っていると思ってください。他にも本当にいろんなことができるんですけども、これがあるからこそ、なんか色とかね、文字のサイズとかね、そういうのが決定されるっていう風に覚えてくれればいいです。で、そのマテリアルアップの中に、ホームというのがあります。で、このホームに書かれたやつが実際に表示されるウィジェットになります。で、その表示するウィジェットを今回スキャフォールドにします。で、スキャフォールドっていうのも、このスキャフォールドっていうのがあるからこそ、いろんなものをこの上に並べていける下地になっているようなものです。スキャフォールドの単語の意味自体は足場とかいう意味なんですけども、全部の土台になっていくような、下地になっていくようなウィジェットだと思ってください。で、これがだいたい一番基本の形になってくるので、何かページを新しく作るとき、アプリを作るときっていうのは、こういう風な形になってるんだっていうのを覚えてくれればいいかなと思います。それではね、スキャフォールドだけがあるっていう状態で、アプリはね、ビルドをしてみたいと思います。で、ビルドは F5 を押せばいいだけだったので、F5 を押しますと。で、ここにね、エミュレーターが立ち上がってると思うので、それを見た目どうなるかっていうのを見てみましょう。で、ビルドができたんですけども、画面が真っ白になってますね。で、さっきのハローワールドの時思い出してほしいんですけど、ハローワールドの時っていうのは背景が真っ黒でハローワールドが文字白色だったと思うんですけど、これ背景が今白くなってるのはスキャフォールドのおかげですね。で、例えばもし、このスキャフォールドが、コンテナっていう何でもないただの箱っていうウィジェットがあるんですけど、もしこれを表示させてたらどうなるのかっていうと、真っ黒になってしまうと。で、これがスキャフォールだと背景がデフォルトでは白色なので、こういう感じで白色になっていますと。で、ここまでで、全ての土台が出来上がったっていう認識で持っていただければ大丈夫です。じゃあ教科書にちょっと戻りますか。ね、ここら辺までやったと。で、スキャフォールドを追加したと。で、ビルドしたっていうところですね。じゃあ次はね、アップバーを追加していきたいと思います。で、アップバーはですね、ここですね。この緑い部分がアップバーです。で、これを追加するにはですね、スキャフォールドの方を編集していきますと。ここにですね、アップバーというのに対してアップバーを与えるっていうことをやります。フラッターはね、このコードを変更して画面に対してそれを即座に反映させるっていうことが実はできますと。で、それはコマンド S をしてセーブをすることによってホットリロードというのが勝手にかかるようになっているので、この状態でコマンド S でホットリロードをかけてみてください。ずっとね、さっきまで真っ白だったんですけど、ここに青いバーが表示されるようになりました。これがアップバーですね。じゃあアップバー、これ何をしているのか、ちょっとややこしいので、それを説明したいと思います。これをやってることを日本語で書くとですね、アップバーというプロパティに対してアップバーウィジェットを与えているという風な操作になります。で、このプロパティっていうのは何かっていうと、スキャフォールドをどのようにカスタマイズしていくかっていうカスタマイズ項目みたいなものだと思っていただければいいかなと思います。ここにね、カーソルを当てると、こういう風な感じで何のプロパティを与えられるか、どこをカスタマイズできるのかというのが一覧で表示されるんですけども、この中の一つにアップバーというものがありまして、それを編集しているっていうことになっています。これですね。これがアップバーと。で、じゃあこのアップバープロパティっていうのは何なのかっていうと、このスキャフォールドの中の位置、どこの位置に何を表示するかっていうことをやってるんですね。この上側がアップバーの領域なので、そこにアップバーというウィジェットを表示しているということになります。じゃあね、例えばじゃあこの画面中央、ここにアップバーを表示させるみたいなことをやったらどうなるかっていうのをやってみたいかなと思います。コマンドのスラッシュでコメントアウトできるんで、それ消すと、アップバーは当然消えますよね。でその上で、ボディというところに対してアップバー与えてみましょう。はい。
そうするとね、画面全体がこういう風に青くなってしまいますと。アップバーっていうのは、高さが決まっていないものなんですけどもね、ボディに与えちゃうと、こういう風に全域が青くなってしまうっていうことが起きます。で、教科書には載ってないんですけどね、例えば、アップバーに対してテキストっていう文字列を表示させるウィジェットがあるんですけども、それを与えてみましょうか。するとね、こういう感じでエラーが出てきます。これはね、アップバーが与えられるウィジェットっていうのがね、この Preferred Size Widget っていう、この特殊なタイプしか与えられないっていうので、このテキストっていうのは入らないんですけど、ボディに関しては、ウィジェットだったら何でも入るよということになっているので、アップバー与えられるという風になっています。ここら辺のね、何が与えられて、何が与えられないかみたいな話はね、おいおい、この型、タイプっていうのの説明の時に詳しく説明しますので、今はね、アップバーに対してはアップバーというウィジェットを与えられるんだというところをしっかり押さえてくれれば大丈夫です。それじゃあこういう風に戻しましょうか。で、アップバーが与えられましたよと。ちょっと教科書戻りますね。次はですね、このテキストを表示させようというところをやっていきたいと思います。さっきのね、アップバーに対してさらに文字を表示させようっていうところですね。で、やり方はとっても簡単で、またですね、このアップバーにも先ほど言ったようなプロパティっていうものがありまして、タイトルというところがあります。でこれに対してね、文字列を表示させたい場合は、テキストウィジェットというのが使えます。テキストウィジェットっていうのは、こういうふうにテキスト、これ大文字始まりのところに、ここに文字列データを入れてあげると、それが画面上に表示されるという感じになっています。で今回はですね、昆布とでも知っておきましょうか。で、この昆布っていうのが表示されるかっていうのをやってみたいと思います。ホットリロードをかけると反映されるはずなので、コマンド S でホットリロードをかけてみてください。するとね、こういう風に出てきたと思います。テキストを表示させたいときは、このテキストウィジェットを使うということを覚えていただければいいと思います。そしてね、テキストウィジェットの使い方書いてありますけども、1個注意点があって、文字列っていうのは、もうシングルクォーテーションで囲むという風な決まりになっています。これがね、もしこのシングルクォーテーションがないとですね、こういう風にエラーになってしまいますので、これをちゃんとですね、こういう風に囲ってあげると、これが文字列として判定されて正しく表示されるので、ここだけ注意してください。じゃあ見た目を変えてみようという風なのがあるので、これをちょっとやってみましょうか。これもさっき言ったプロパティというので変えることができます。テキストウィジェットにはですね、スタイルというプロパティが与えられます。スタイル。で、これがですね、何を与えるかっていうと、テキストスタイルというものを与えることになっています。これね、どんどんね、入れ子になっていってややこしいんですけど、テキストスタイルというのの中に、さらにフォントサイズであったりとか、フォントウェイトであったりとか、こういうプロパティがさらに言いますと。で、今回はね、文字を太くしてちょっとサイズを変更しようということをやっていきたいと。文字の太さはですね、フォントウェイトというので変えることができます。大文字外れにフォントウェイトはドットのこういう感じでね、いろいろ文字サイズがありますと。今回はこのボールドを太字にしましょうというのをやって、で文字サイズですね。文字サイズはフォントサイズ。でこれを今回16。ここはね、数字を与えてあげてください。これでね、ホットリロードをかけてみますと。そうするとね、太字になって、ちょっとサイズがちっちゃくなったっていうことがわかると思います。これね、いろんな数字で試してみていただければいいかなと思います。ホットリロードね、かければね、すぐ変更が反映されますので、こうやったらどうなるんだろうっていうのをね、手軽に試せますので、ぜひやってみてください。とかね。ちょっと戻しますね。はい。ここら辺、プロパティの調べ方とか、やりましたと。で、次ですね、ローで横に並べようっていうことで、このツイートの部分ですね、これをやってみようということになっていきます。で、まず、ユーザー名と日付が横に並んでるっていうことで、それをやってみましょうと。これをですね、
ここに表示させたいので、それをやっていきます。で、アップバーがここで、さっき言ったようにボディっていうのはこの領域なので、与えるべきはボディのプロパティに与えていきます。で、横に並べるっていうところですね。やっていくんですけども、ローっていうのが使えますよっていうことで、ローを使っていきますと。ローと打つと、このように出てくるんで、ここでエンターを押す。で、ローというのは、チルドレンという、これもプロパティですね。で、このような形で複数のウィジェットを与えられるようになります。で、ここにですね、テキストウィジェットを与えていくと。テキストウィジェット1個、テキストウィジェット2個。これ3個とか4個とかね、どんだけでも並べることができます。ローというので、横にね、ウィジェットたちを並べることができます。で、文字列についてはですね、昆布、アットフラッター大学と、2022年5月ということなので、それをやっていきます。これでホットリロードをかけてみましょう。それでね、こういう風な感じで、文字列、コンバットフラッター大学と2022年5月5日っていうのがちょっとちっちゃいですけどね、表示されてるのがわかると思います。で、ローの使い方っていうのはね、ここにも書いてありますんで、復習の時には読んでみてください。で、今横に並べたんですが、縦に並べるっていうのをやってみましょうと。で、このローっていうのをさらに縦に並べるっていうことですね。で、ここで重要なね、ラップっていう操作があります。このローっていうのはさらにウィジェットで囲むっていう操作ですね。ショートカットキーがあるので、ぜひそれを覚えてください。VS コードの場合はですね、ローに対してカーソルをまず当てて、コマンドドット押すと出てきます。で、この中にラップ with カラムというのがあるので、これを選んでください。こういう風な感じでね、カラムがあって、チルドレンが追加されて、その中にローがいるという感じになっております。で、これ何追加するんでしたっけ？はい、この状態になってますね。で、その下にですね、自分のツイートを追加していますね。テキスト最高でしたと。で、これがロー、横に並んでいるテキストで、その下に最高でしたという文字を表示させたいので、縦に並べるカラムの中で、ここに最高でしたと。で、このチルドレンの中はですね、ビジェットがあったら、そのカッコの後、カンマをつけて区切っていきます。こういう感じですね。区切っていけば OK です。じゃあね、これもホットリロードをかけてみましょうか。こういう感じですね。最高でしたっていうのが表示されました。こういう風に縦に並べるのはカラムというウィジェットを使っていくということを覚えてください。そしたらね、見た目的には、左揃いにしなければいけないので、そこも調整していきましょう。これもね、プロパティというのを使っていけばできますと。で、カラムのプロパティなんですけども、今回はクロスアクシスアライメントというのを使います。このクロスアクシスアライメント、いろいろ種類があるんですけども、その中でもスタートというのを選びます。これでホットリロードをかけてみますと。そうするとね、こういう感じで左揃いになります。これデフォルトがね、センターになってるんですね。これが中央揃えと。もう一個エンドっていうのがありますけど、これがね、右揃いになっています。こういう感じでね、いろいろ試してみていけば、どういう設定があるのかっていうのは分かってきますので、いろいろね、ホットリロードで試してみてください。はい、じゃあね、左揃いにできたので、次、サイズドボックスで隙間を空けるっていうのをやってみましょう。もともとね、このサイズドボックスっていうのは、なんかウィジェットの大きさを決めるみたいなのによく使われるんですけど、単体で使うとね、なんでもないただの空白の箱っていうのを用意してくれるので、それを活用して、ウィジェットとウィジェットの間に隙間を空けたりっていうことができます。でね、今回さっきローで並べたところの、
この昆布、あとフラッター大学っていうのと日付の間、詰まりすぎてたいので、そこにサイズボックスを入れてみましょうということでやっていきます。ここにね、サイズボックスを入れると。で、横に対して隙間を空けたいときっていうのは、この with 使います。で、この8とか、この数字のところをね、大きい数字にしていけば、どんどん隙間が空くという感じです。でね、その昆布、日付っていうところを、この縦方向のね、隙間を空けたいときっていうのは、次、ハイトっていうのを与えれば OK なので、ハイトっていうのを与えていきます。でね、これ、カンマ区切りで並べていくので、カンマをつけてあげてください。この状態でね、ホットリロードまたしてみましょう。こういう感じでね、ここに隙間空いて、ここにもちょっと隙間が空いたのがわかると思います。で、隙間を空けるもう一つの方法としてパディングというのもあるので、それもちょっと試してみましょう。パディング自体は、ここですね。このカラムに対してまたラップをしていきますと。コマンドのドットでパディングの選択すると、このような感じでね、パディングコロンエッジインセッツドットオール8という風にありますが、これはですね、このカラムの上、下、右、左、全部にこの8ピクセルずつの隙間を空けてくださいよというやつになっています。これもね、ホットリロードを試してみましょう。こういう感じでですね、ここに隙間が空いたのがわかると思います。これね、数字を大きくしたらもっと分かっていくと思いますけど、こういう感じですね。ここに32、ここに32と空いているという感じになってますね。はい。で、エッジインセットの使い方っていうのを説明しております。この all っていうのを使えばね、右も下も左も右もね、どっちも全部16分開くけど、only っていうのを使えばね、上だけ開けたり、下だけ開けたりとか、右だけ開けたり、左だけ開けたりっていうのもできるし、このシンメトリックっていうのを使えばね、ホライゾンタルっていうのは水平方向なんで、右と左どっちにも4ずつ開けると。で、上方向、上下ですね。上下に8ずつ開ける。みたいなこともできますので、これもぜひ自分でホットリロードとかして試してみてください。じゃあね、次、サークルアバターっていうビジェットを紹介していきます。で、これを使ってね、ユーザーのアイコンっていうのを表示したいと思います。またちょっとね、ラップをしていきましょう。この左側にですね、サークルアバターを追加していきたいので、これをさらにね、ローでラップして横で並べられるようにしたいと思います。このパディング、中ですね、このカラム自体をローでラップすると。こういう感じですね。で、ローでラップしましたら、ここにサークルアバターを追加すると。どこだ？このカラムの上ですね。これでホットリロードかけるとね、このような感じで、こいつがサークルアバターになっています。で、またね、こういう風な感じで中央揃えになってしまっているので、見た目的にはね、これが上に行ってほしいということで、これまたプロパティで設定していきますと。このローのプロパティはね、このチルドレンの上に書いていけばいいです。で、クロスアクシスアライメント。これもさっきと一緒ですね。スタートを与えてあげることで、こういう感じで上揃いになりましたと。はい、こういう感じですね。この見た目になっていると思います。そしたらですね、このサークルアバター、今、真っ青なので、そこに自分の画像っていうのを表示させたいと思います。今回はね、僕の顔を表示させていきますけども、皆さん自分の好きな画像の URL で OK です。使い方はですね、このバックグラウンドイメージっていうプロパティにネットワークイメージを追加する。で、ネットワークイメージっていうのは、この URL によって、画像データを持ってくるようなものだと思ってください。で、この中にね、文字列で URL データを指定すれば画像が表示できると。実際はここになりますね。これ今回ちょっとコピペしちゃいますね。URL ちょっとわかんないんでね。
はいと。はい、こんな感じですかね。これでできていると思います。そうするとね、もうこの僕の顔がさっき真っ青だったけど、ここに出てきたという感じで画像が表示されました。ぜひね、この URL の部分を自分の好きな画像で試してみてください。はい。では次行きましょう。アイコンボタンでいいねボタンをつけようということで、ボタンの付け方ですね。アイコンボタンというウィジェットがありまして、まずはそれを追加しますと。アイコンボタンっていうのは必ずこのアイコンというのを設定しなければいけないので、それもやっていきましょう。で、教科書を進めている人は、これをこのままコピーしちゃって OK です。で、設置する箇所はですね、このツイート部分の下で OK なはずなので、ここに追加していきましょう。はい、これでいいはずですね。そうするとね、ここにアイコンが表示されているのがわかります。で、このオンプレストっていうのは今何も書きませんけど、ここにはですね、ボタンを押した時に実行する内容っていうのを書いていけます。で、ここは後でおいおい説明していくので、今はまあそういうところに書いていくんだなっていうのを覚えておいてくれれば OK です。で、アイコンっていうのはアイコンウィジェットに対してこのアイコンズっていうのがあるんですけど、これはね、もともと用意されているものがたくさんありますと。で、この中から自由にアイコンを選べるんですけど、今回はね、このフェイバリットボーダーっていうのを選んでいますと。いろいろこのアイコンズっていうのも変えて、ホットリロードして試していただければいいかなと思います。はい、ではね、続きやっていきたいと思います。ウィジェットを作ろうということでね、これちょっとコードになってくるんですけども、これやってみましょう。今ですね、ツイートの1ツイート分のところのウィジェットっていうのを作り切ったと仮定して、それを1個自分の独自のウィジェットとして切り出していくっていうのをやってみたいと思います。で、切り出すのはね、そんなに難しくはないので、やってみましょう。これですね、ここのパディングで囲ったものが1個のツイートの表示 UI だと見てください。これをですね、切り出すためにはですね、またですね、コマンドドットを押してあげると、今度はですね、ここにエクストラクトウィジェットっていうのがあります。これを選択してあげてください。でね、ウィジェットの名前聞かれますので、ツイートタイルと今回してみます。これでエンターを押してください。そうするとね、さっきまでここパディングがあったと思うんですけども、こういう形で新しいウィジェットが切り出されます。これはステートレスウィジェットで切り出されていて、ツイートタイルが名前として設定されているよと。この中はね、さっき書いたパディングの中のやつがそのままコピーされたっていう状態になっています。これで自分の独自のウィジェットを切り出していけるっていう方法が分かっていただけたかと思います。一個ね、まとまったような部品ができたらね、こういう風な形で独自のウィジェットに独自の名前をつけて分割してあげると、より使い勝手が良くなっていくので、覚えてください。はい、じゃあ続きやっていきましょう。はい、ではね、続きやっていきましょうと。シングルチャイルドスクロールビューでスクロールさせようという章ですね。で、今回このツイートタイルっていうのをどんどん縦に並べていくっていうのをまずやってみたいと思います。これ一つなのでね。で、切り出したことによってすごくコピペもしやすくなりました。これをカラムでまず囲ってあげてください。この状態でね、ホットリロードかけても何も変化しませんけど、このツイートタイルっていうのをね、複数ポンポンポンと並べていってあげましょう。こういう感じでね、並べていくと。するとね、こんな感じになりますよと。カラムで縦に並べているんで、こういう感じでですね、同じやつが縦に複数並んでますよという状態になっています。で、ここ、黄色とね、黒のね、しましま模様になっちゃってるんですけども、これはたくさん並べすぎて、この画面の領域よりも広い範囲に対してツイートタイルがあって、領域が足りていないよと。描画領域が足りていませんよっていうのでエラーが出ています。で、これね、普通のツイッター見ていただければわかるんですけど、多すぎるツイートがある場合っていうのは、スクロールできるようになっていると思うんで、今回そのスクロールさせるっていうのをちょっとやってみたいと思います。
これは別にね、そんなに難しくないです。このカラム自体をラップしてあげてください、まず。で、この中に候補がないって場合は、ラップ with widget を選びますと。そしたらね、ここに対して、シングルチャイルドスクロールビューというのがありますよね。それを追加してあげましょう。この状態でね、ホットリロードをかけてあげてください。コマンド S ですね。するとね、こういう風な感じでさっきのしましま模様が消えましたと。これでね、スクロールがね、こういう風な感じでできるようになって、全部が正しく表示されるようになりましたという感じでね。このシングルチャイルドスクロールビューはこのチャイルドに与えられたウィジェットをこういう風な感じでスクロール可能にするウィジェットなんだよっていうことを覚えていただければいいと思います。でね、フラッターを使って Twitter の UI 作っていくっていうことが完成しました。完成形ね。ちょっとね、全然お手本とは違いますけどね。大体枠は掴んでるんじゃないかなと思います。これなんか自分でね、もっと綺麗に Twitter の UI 作っていきたいっていう人はどんどんやってみてください。で、このチャプターで学んだことっていうのを軽くおさらいしていきます。で、フラッターっていうのはウィジェットを組み合わせて UI 作るんだよっていうこと。で、ウィジェットっていうのはそもそもフラッター側でたくさん用意してくれているんですけども、それを使って、どんどん組み合わせてやっていくんで、その一個一個ね、役割っていうのを正しく理解していく必要があるよっていうこと。で、そのウィジェットっていうのはね、自分で組み合わせた上で、自分で名前をつけて新しく作ったりとかもできますよっていうことをね、覚えてください。で、コマンド S 使ってホットリロードをしていけば、サクサクとね、いちいちビルドし直したりせずに開発進められますよっていうのがフラッターの面白さでもあるので、ぜひ活用してください。でね、コマンドドットでね、ウィジェットをラップするっていう操作をね、たくさんやりますので、これ慣れてくださいということですね。ここら辺を押さえていただければいいかなと思います。で、次回はですね、よりもっと複雑なプログラミングっぽいことをやろうということで、じゃんけんアプリを作っていきたいと思いますので、そちらの方もお楽しみにしてください。で、ここに関するね、質問とか、もっと聞きたいみたいなことになった場合は、ぜひね、フラッター大学っていうコミュニティがありますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。じゃあね、Twitter に UI できたよって、面白かったよっていう人は、高評価ボタンもね、ぜひよろしくお願いします。じゃあ次回また会いましょう。それでは。